こんにちは。今回はいつも塗り絵に使っている画材を紹介します。皆さんの参考になれば嬉しいです。油性色鉛筆から紹介します。トンボとアティクスとカリスマカラーを持っています。こちらはトンボの色鉛筆36色セットです。最近は子供とのお絵かきや塗り絵遊びに使っています。この色鉛筆は芯が固めで綺麗な発色なので、マンダラのような細かい線画の塗り絵にぴったりです。トンボの色鉛筆で塗ったページは、ふんわりとした優しい印象に仕上がります。アティクスは色数が多く、コスパが良いので気軽に使えます。先ほどのトンボよりも芯が柔らかく、はっきりとした発色です。そのため、広い面を比較的早く塗ることができます。カリスマカラーは高級色鉛筆の部類です。アティクスよりもさらに芯が柔らかく、鮮やかな発色です。混色や濃い色を出したい時によく使います。アティクスと同じ色鉛筆ケースに収納して使っています。持っている本数が少ないので、最近はカリスマカラーを主に使って、足りない色をアティクスで補って塗ることが多いです。色鉛筆を使うときは、下敷きを敷いた方が塗りやすいです。私は100円ショップで買った両面かき分け下敷きを愛用しています。ツルツルの面とザラザラの面があって好みで使い分けができます。仕上げの時など綺麗に塗りつぶしたい時は、ツルツルの面が、塗り始めなどにざっくり色をつけたい時は、ザラザラの面が便利です。続いて、水彩色鉛筆です。ステッドラーのカラとアクリル60色セットを使っています。この水彩色鉛筆は、私が一番よく使っている画材です。水彩の淡くて優しい雰囲気が好きでよく使っています。水筆は特にこだわりはなく、手先が毛羽立ってきたら新しいものを試しています。大人の塗り絵は細かい絵柄も多いので、細い筆があると便利です。最近はトンボの水筆を使っていて、手先がいい感じに細くて塗りやすかったので、小筆、中筆、平筆の3本セットを購入してみました。こちらはマルチサイジングというにじみ止めです。塗り絵本の紙は水彩向けでないことが多々あります。マルチサイジングを使うと、紙が水を吸うスピードが遅くなり、水彩がとても塗りやすくなります。マスキングインクは、白を残したいところやマスキングテープを貼りにくい細かい部分に使っています。原液のままだと、紙に密着しすぎて剥がしにくいので、少し水で薄めてから使っています。こちらはダイソーのラメ入りアクリル絵の具です。プチプラですが、キラキラ感が可愛くて、塗り絵のワンポイントに使っています。続いてペン類を紹介します。立てて収納できるペンケースを使っています。白ペンはユニボールシグノとコピックアクレアを使っています。仕上げにハイライトを入れたり、線画をなぞったりするのに便利です。ボールペンはシグノとジュースをよく使っています。ラメ入りのペンやメタリックカラーのペンは塗り絵のアクセントに重宝しています。マイルドライナーやカラーボールペンは簡単に可愛い模様を描くことができます。ペン類だけで塗るのも楽しいです。コピックは楽天で買った化粧ポーチに収納しています。コピック茶を137色と補充用インクなどをまとめて収納しています。アルコールマーカーは裏写りするので片面印刷の塗り絵に使っています。コラージュに使っているスタンプインクを塗り絵に使うこともあります。
水彩よりもはっきりした色でムラなく塗れるので背景に使っています。こちらもコラージュに使っているクリアスタンプです。塗り絵に使うと簡単に背景を作れて便利です。紙物やシール、マスキングテープを塗り絵に使うこともあります。ヴィンテージっぽい雰囲気が出て、簡単におしゃれな感じに仕上がるのでおすすめです。以上、私が塗り絵に使っている画材でした。少しでも参考になれば嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。